皆さんこんにちは。本日も始まりました。さあ、今回のテーマはマスメディアが絶対に報道しない、でも国立高専の学生生活を支える上で超重要になっている保護者講演会の真実について徹底的にお届けしていきたいと思います。ナビゲーターのケンジです。こんにちは。解説のみさきです。今回はあまり表舞台で語られることのない国立高等専門学校における保護者主体の講演会の実態に迫ります。組織の運営から財務、具体的な支援事業、さらには外部連携まで、手元の詳細なレポートをもとに視聴者様にどこよりも分かりやすくお届けしますね。いやー、美咲さん、高専っていうとものづくりの天才たちが集まるちょっとミステリアスでかっこいい学校ってイメージがありますけど、その裏で保護者の皆さんが作っている講演会が実は凄まじい役割を果たしているって聞きました。これって本当なんですか？そうなんです、ケンジ君。実は国立高専の予算は国の財政状況に強く影響を受けます。そのため公的な教育予算だけではどうしても手が届かない隙間がたくさんあるんです。そこを保護者の皆さんが自ら資金を出し合い、組織を作って完璧に補完している。これが保護者講演会の正体なんです。なるほど。国からの予算だけじゃカバーしきれない部活動の遠征費とかロボコンの材料費とか、そういうところを保護者の愛情と資金力でバックアップしているってことですね。まさにその通りです。ただの親睦会レベルだと思ったら大間違いで、数千万円規模の予算を動かし、極めて厳格な規約やガバナンスの下で運営されている、まさに教育支援のプロフェッショナル集団なんですよ。数千万円規模ですか？それは驚きです。今回の動画ではその実態をどこよりも詳しく、一切の妥協なしで解説していくわけですね。はい。今回の解説は視聴者様が最後まで飽きずに、かつ深く理解できるように、なんと20のセクションに細かく分けて、じっくりとかつテンポよくお話ししていきます。後半になっても一切ボリュームを落とさず、具体的な数字や各高専のユニークな事例をすべて公開しますので、ぜひ最後までじっくりとご覧ください。よし、テンションが上がってきました。視聴者様にとっても高専のリアルな裏側を知る最高の機会になりますね。それでは早速全体像の把握からスタートしましょう。さあ、それではまずこの膨大なレポートが一体何を言わんとしているのか、全体のエグゼクティブサマリー、つまり要約ですね。ここから見ていきましょう。美咲さん、ズバリこの調査で何が分かったんでしょうか？はい、画面のスライドをご覧ください。この調査報告書では、全国の国立高専における保護者講演会の実態を、組織、財務、事業、外部連携という4つの大きな柱から分析しています。組織、財務、事業、外部連携、どれもビジネスの分析みたいで本格的ですね。そうなんです。まず組織の面では、各高専がそれぞれ独自の設置趣旨を持っていて、会員や役員の構造が極めて高度に設計されていることが分かりました。例えば学生の人数に比例して役員の数を決めるルールがあったり、非常に透明性の高いガバナンスが敷かれているんです。へえ、学生数に合わせて役員の数を決めるなんて、まるで国会議員の議席配分みたいですね。本当にそうですよね。そして2つ目の財務の面では、入会金や年会費などの会費水準に各校の個性がはっきりと現れています。また会員から集めたお金を1円たりとも無駄にしないよう、厳格な使途制限が設けられていることも大きな発見です。例えば、お酒を飲むための飲食費には絶対に使っちゃダメというようなルールが規約レベルで徹底されている学校もあります。それは信頼できますね。保護者から集めた大切なお金ですから、きっちり使ってほしいですもんね。そして3つ目の事業の面では、学生の学習支援はもちろんのこと、課外活動や高専の代名詞でもあるロボットコンテストなどの各種コンテストへの重点的な資金援助が行われています。さらに学生寮、寄宿舎での生活をサポートする独自のメニューまであるんですよ。寮生活までサポートしてくれるんですね。高専は遠方から入学して寮に入る子も多いって聞きますから、親御さんにとっても安心ですね。その通りです。最後に4つ目の外部連携ですが、講演会は単独で活動しているわけではありません。学校本体はもちろん、卒業生のネットワークである同窓会や地元の産業界、地域企業ともタッグを組んで、まさに三位一体の強力なネットワークを構築しているんです。すごすぎる。保護者の集まりという枠を完全に超えて、地域社会を巻き込む巨大なプラットフォームになっているんですね。はい。
これらの具体的な発見については、この後各パートで具体的な学校名を挙げながら、実際のデータをもとにじっくりと解説していきます。高専の保護者の方、これから高専を目指す受験生のご家族、そして教育関係者の方々にとっても驚きの事実が満載ですので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。ワクワクしてきました。それではさらに具体的な各論へと話を進めていきましょう。ここからはいよいよ各論に突入です。まずは各高専がどのような思いや目的を持って講演会を立ち上げ規約を定めているのか、その設置趣旨や目的条項を比較してみたいと思います。はい。ここからは具体的な学校名とその規約に書かれている文言に直接言及しながら見ていきましょう。多くの高専では基本的な目的として学校の教育事業の助成、家庭と学校の緊密な連絡、学生の育成を掲げています。なるほど。教育のサポートと親と学校のパイプ役、そして学生自身の成長を支えるという3本柱ですね。そうです。ただ、よく細部を読み込んでみると、各校の特色が非常によく現れているんですよ。例えば、旭川工業高等専門学校講演会の会則を見てみましょう。ここでは、会を構成するメンバーとして、正会員保護者と三助会員教職員等の組織であることをはっきりと明記しています。教職員の皆さんも三助会員として一緒に入っているんですね。そうなんです。家庭と学校の連絡を緊密にすることを非常に重視している証拠ですね。さらに、旭川高専では、慶長見舞金に関する具体的な慶長内規まで整備されているのが特徴です。何かあった時の相互扶助の精神が規約レベルで細かく設計されているんですよ。規約にそこまで具体的に書いてあるのは、いざという時に本当に助かりますね。一方で、九州に目を向けて、途上市工業高等専門学校講演会の会則を見てみると、教育や研究事業への直接的な支援に加えて、保護者相互の交流連携推進を明確に事業目的に位置づけています。具体的には、保護者交流会の開催などがこれにあたりますね。なるほど。豊城高専は保護者同士が横のつながりを作って情報交換したり、悩みを相談し合ったりする場を組織としてオフィシャルにバックアップしているんですね。その通りです。そしてもう一つ、お隣の鹿児島工業高等専門学校講演会の規約も非常にユニークです。鹿児島高専では、教育や研究活動の助成、課外活動や就職活動の斡旋の支援といった一般的な項目に加えて、なんと、課外活動引率等経費に関することという非常に実務的でピンポイントな経費補填を単独の目的項目として独立させて立てているんです。部活などの引鉄にいくらかかるかという部分をわざわざ目的の項目に単独で入れているんですか？そうなんです。これは学生たちが遠方の大会に行く際、先生が引率する旅費などを講演会が確実に補填するという強固な意志と、実務重視の姿勢が規約にダイレクトに反映されている結果と言えますね。いやー、学校ごとにここまで規約の書き方が違うなんて最初から面白いですね。次はどんな組織の秘密が隠されているんでしょうか。さて、続いては講演会の組織構造や役員のガバナンスについて見ていきましょう。どうやってこの大きな組織を動かし、意思決定をしているのか、その裏側に迫ります。はい。まず会員の区分についてですが、一般的には在学生の父母や保護者を正会員、教職員やこの会の趣旨に賛同する個人団体を三助会員または特別会員とする設計が標準的です。基本は保護者がメインの正会員で、先生方や地域の人たちがサポートするメンバーになっているわけですね。そうです。そして講演会を実際に動かす役員の構成ですが、一般的には会長が1名、副会長が複数名、そして事務や実務を統括する常務理事、重要議案を審議する理事、さらには会計や業務を監査する幹事や監査役が配置されています。企業の経営陣や役員会のようなかなり本格的な布陣ですね。そうなんですよ。さらに学校の校長先生や事務部長さんが顧問やアドバイザーとしてしっかり参画することで、学校全体の経営方針と講演会活動にズレが生じないように工夫されているのも特徴です。学校と講演会がしっかり手を携えて運営している証拠ですね。ここでものすごくユニークなガバナンスを行っている学校があるとか？よくぞ聞いてくれました。長岡工業高等専門学校講演会ウェブサイトに掲載されている講演会会則を見てみると、
役員の数について驚きの規定があるんです。なんと、在籍する学生数のおおむね20分の1程度の評議員を置くと決めているんですよ。学生数の20分の1ですか？長岡高専の学生数が例えば1000人だとしたら約50人もの評議員を置くってことですか？その通りです。これほど多くの人数を評議員として組織に巻き込むことで、一部の役員だけで物事を決めるのではなく、多くの保護者の意見をしっかりと反映させる合議制のガバナンスを実現しているんです。なるほど。民主的な運営をシステムとして担保しているんですね。さらに、長岡高専講演会は実務の引き継ぎに関しても非常に柔軟で実践的な規定を持っています。一般的に新しい役員は総会で選ばれてから活動を始めますが、これだと年度の切り替わり時期に仕事がストップしてしまいますよね。確かに、春先は新学期が始まって一番忙しい時期なのに、役員が決まっていなくて動けないなんてことになりそうです。そうなんです。そこで長岡高専では、新旧役員の引き継ぎを円滑にするため、総会での正式選出前から実質的な活動を開始できるようにし、さらに新役員の権利や責任を事業年度最後の講演会役員会にまで遡って発生させるという特殊な規定を設けているんです。遡って発生させる。めちゃくちゃ実務的でスピーディーな対応ができる工夫がされているんですね。ガバナンスの鏡のような仕組みです。さあ、組織の仕組みが分かったところで、次はコンプライアンス、法令遵守と個人情報の保護についてです。今の時代は絶対に避けて通れない非常に重要なテーマですよね。おっしゃる通りです。講演会は非常に多くの保護者の連絡先や学生の個人情報を取り扱うことになります。これをルーズに管理していたら、現代では大問題になってしまいますよね。学校外の組織だからこそ、しっかりとしたルール作りが必要ですよね。実際のところどうなっているんでしょうか。ここで非常に優れたお手本となるのが、トヨタ工業高等専門学校教育講演会の事例です。トヨタ高専の教育講演会では、公式ウェブサイトの改作等のページで確認できる通り、令和3年、2021年5月10日に単独の個人情報保護規定を制定しています。令和3年というと比較的最近ですね。社会の要請に合わせてきっちりアップデートしているわけだ。その通りです。規定の中身を見てみると、保有する個人情報の紛失や外部への漏洩、さらにはデータの改ざんなどを防止するための保護義務や管理責任体制、さらには具体的な取扱基準が非常に細かく定められています。ただ、個人情報を大切にしますっていうスローガンじゃなくて、具体的な責任の所在やルールを法律のように定めているんですね。そうなんです。組織的な安全管理措置を講じることを自ら規約で義務付けているわけですね。これがあるからこそ、保護者の皆様も自分の連絡先や子どもの情報が適切に管理されているという安心感を持って、会費の支払いを含めた協力ができるわけです。財務を司る組織だからこそ、こうした情報の管理も厳格に行う。これが信頼の土台になっているんですね。素晴らしい取り組みです。次は広域から集まる高専ならではの支部・地区の運営についてです。高専って県内だけじゃなく、隣の県や遠い地域からも学生が集まりますよね。そうなんです。そのため、多くの高専では地域ごとに支部、あるいは地区講演会を設けて、地元での保護者懇談会などを開いています。ただ、ここで問題になるのが支部ごとの資金管理なんですね。本部の目が届きにくいところでお金がなあなあに使われちゃうんじゃないかという心配ですね。まさにそこをついた非常に厳格な規約を持っているのが小山工業高等専門学校講演会です。小山高専の講演会快速実施細則を読み解くと、支部の財務管理に関する徹底的なルールが定められているんです。一体どんなルールなんですか？もし支部の運営経費が足りなくなって本部に追加の予算をくださいと請求する際、その請求が認められる使途は3つの項目に厳密に限定しているんです。その3つの項目とは？ 1つ目は対外的に学校の価値を上げる行事。2つ目は学生に対する支援。3つ目は講演会員への支援です。この3つに該当しない限り、追加の予算請求は一切受け付けないとしています。なるほど。公的な目的以外は認めないと。さらにここからがすごいのですが、規約の中に、
講演会員相互の親睦を主な目的とする飲食費や遊興費は使用目的に当たらないとはっきり言明しているんです。飲食費や有給費には絶対に使わせないぞと明文化しているわけですね。はい。親睦会だからみんなでご飯を食べて、そのお代は講演会費から引いちゃおうというようなグレーな資金流用のリスクを根本からシャットアウトしているんです。保護者から預かった会費を極めてクリーンに学生の支援だけに還元するという強固な意志を感じますよね。素晴らしいですね。小山高専講演会のこの姿勢は全国のどんな保護者組織にとってもお手本になるべきコンプライアンス管理だと思います。さて、続いては予算の動かし方と監査の仕組みです。組織を運営する上で毎年春に予算案を総会で決めると思うんですが、高専の新学期って4月から始まりますよね。そこに気づくとはケンジ君、鋭いですね。多くの高専講演会では会計年度が4月1日から翌年3月31日までとなっています。しかし、講演会の全体総会が開かれて予算が正式に承認されるのはだいたい5月なんですよ。ということは4月の新学期が始まってから5月の総会で予算が通るまでの約1ヶ月間、お金が全く使えなくなっちゃいませんか？そうなんです。4月こそ教科書の購入支援やクラブの登録料の補助、新入生への様々な対応など一番お金が必要な時期なのに予算が決まっていないから執行できない。これでは学生が困ってしまいますよね。まさに本末転倒ですね。一体どうやって解決しているんですか？ここで多くの高専で採用されているのが暫定執行の猶予規定です。例えば、鹿児島高専講演会規約や多くの標準的な規約では、新年度の予算が成立するまでの期間は、理事会の事前承認を得ることで、前年度に準じて予算を暫定執行できるというルールを設けているんです。なるほど。あらかじめ暫定的に使っていいよという非常口を用意しておくことで、4月からの学生支援をストップさせないようにしているんですね。その通りです。そして、このように機動的にお金を動かす一方で、チェック体制である監査も極めて厳格です。年に2回以上の幹事による会計監査の実施を義務付けているところが多く、監査結果はしっかりと理事会や総会に報告され、承認を得るプロセスが定着しています。動かすときはスピーディーに、でもチェックは年2回できっちりと。非常にバランスの取れた素晴らしい財務システムですね。さて、ここからは視聴者の皆様も非常に気になるであろう具体的なお金の話、そう会費水準について詳しく比較していきたいと思います。はい、ここからは手元の詳細な比較表を見ながら解説していきましょう。国立高専の公式な学費、例えば国庫に帰属する費用としては、入学料が84,600円、授業料が年額234,600円と全国一律で定められています。しかし、これとは別口座で管理される講演会費は、学校ごとにかなり金額が異なるんですよ。へえ、別口座なんですね。ではまず、東北の仙台高等専門学校から見ていきましょう。スライドの表によるとどうなっていますか？仙台高専の学費助成金に関する参考情報によれば、入会金が1万円、そして年会費が3万2000円となっています。なお、この年会費の中には、学校生活での怪我などに備える日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金の保護者負担分が最初から内包されているのが特徴です。なるほど。保険代が会費に含まれているのは手続きが楽でいいですね。では、同じ東北の鶴岡工業高等専門学校はどうですか？鶴岡高専の入学料、授業料、諸納付金の情報によれば、こちらも入会金が1万円、年会費が2万8000円となっており、仙台高専と同様に、日本スポーツ振興センターの共済給付掛金の保護者負担分が年会費の中に含まれています。東北エリアは共済給付の掛け金を講演会費でまとめて支払うのがスタンダードな流れになっているのかもしれませんね。では、関東の小山工業高等専門学校はどうでしょう？小山高専の入学料、授業料、諸経費のデータによると、入会金が1万5000円、年会費が2万5200円となっています。ただ、小山高専の場合は、これとは別に学生会費として年額6000円が別途必要になり、入学時や進級時に毎年一括で徴収されるシステムになっています。なるほど。講演会費と学生会費がそれぞれ分かれているパターンですね。
そして首都圏の東京工業高等専門学校はどうですか？東京高専の授業料、入学料等の費用に関する情報を見ると、入会金の明記はなく、年会費として35,200円となっています。これは入学時の諸経費の中に、講演会費等のまとまった枠組みとして最初から組み込まれている形ですね。こうしてみると、年会費はおおむね25,000円から35,000円あたりがボリュームゾーンになっているようですね。保護者としてはこの金額がどのように使われているのか、さらに知りたくなります。引き続き会費について見ていきたいのですが、学校によっては支払いの負担を減らすための分割納入や特別な減免制度を用意しているところもあるんですよね。そうなんです。特に高専は5年生、専攻科を含めると7年生と在学期間が長いため、家計への負担を和らげる工夫が随所に凝らされています。まずは、長岡工業高等専門学校講演会の事例を見てみましょう。長岡高専はどういう工夫を？長岡高専では入会金が2万円、年会費が2万1000円となっていますが、なんと年会費を4月に1万3000円、10月に8000円という2回分割納入にしているんです。さらに、留学生に対しては特例として、年会費を3分の1以下の年額6000円、春秋格3000円の分割にするという修学支援を行っています。留学生への減額措置、これは国際貢献としてもとても温かいサポートですね。本当にそうですね。また、豊田工業高等専門学校教育講演会の快速を見ると、年会費は4,800円と非常に安く設定されています。これを4月と10月にそれぞれ2,400円ずつ分割で支払うようになっており、年度の途中で入会した人には月割計算を適用するという極めてきめ細かい設計になっています。月割、めちゃくちゃ合理的ですね。では、三重県の鈴鹿工業高等専門学校はどうでしょうか？鈴鹿高専の入試対策や専攻科募集要項などの関連諸経費データを読み解くと、入会金が1万円、年会費が3万円となっています。こちらも半期で1万5000円ずつの分割納入が可能です。ただし、鈴鹿高専の場合は、これ以外に日本スポーツ振興センター会費1,550円、障害共済会費500円、諸経費積立金12,500円などが別途細かく必要になります。なるほど。合計するとそれなりの額になりますが、分割払いができるのは助かりますね。ちなみに、教育環境の高度化に伴って、令和6年度からは、入会金と前期分会費の合算値が、従来の29,200円から32,200円に増額改定されているというデータもあります。そして最後に、関西の明石工業高等専門学校はどうでしょう？明石高専ですね。明石高専の学費・諸経費によると、入会金が1万5000円、年会費が2万6000円となっています。こちらは本科、編入、専攻科一律で5月に一括納入するシステムです。別途学生会費年額4,800円が必要になります。こうしてみると、多くの高専で兄弟姉妹がすでに在籍している場合は、新しく入る学生の入会金を全額免除するといった多子世帯への配慮も共通して行われているのがわかります。保護者の視点に立った本当に優しい制度設計がなされているんですね。さあ、それではここから実際に集まったお金がどのように使われているのか、豊田工業高等専門学校教育講演会をモデルケースとして予算と決算の数字をガチで分析していきたいと思います。はい、ここからは少し数字がたくさん出てきますが、とても面白いので画面の表を一緒に見ながら追っていきましょう。豊田高専教育講演会の令和8年度予算は、全体の総額で3,141万3,888円となっています。なお、前年度からの繰越金を除く当期だけの純粋な予算は2,895万円です。おー、やはり年間で約3000万円という大きなお金を動かしているわけですね。直近の決算総計はどうなっていますか？直近の決算総計は3,343万4,626円となっています。この中から、まず組織自体の維持や広報にかかる運営費を見てみましょう。はい、運営費の予算と決算はどうなっていますか？予算額は770万円で、全体の 26.6% を占めています。一方、決算額は6,946万106円で、構成費は 22.4% でした。
なるほど。約700万円近くが運営費として使われているわけですね。具体的にはどういうことに使われているんでしょうか？これには定期総会や役員会、理事会の開催費用をはじめ、保護者の皆さんへの連絡、広報用のプリントや封筒、郵送代、さらには事務局を動かすための人件費や消耗品費などが含まれています。なるほど。これだけ大規模な組織をスムーズにかつクリーンに動かすためにはしっかりとした事務のバックボーンが必要ですから、このくらいの運営費がかかるのは当然ですね。そうなんです。むしろ予算に対して決算がしっかり下回っている、予算内に収まっていることから、非常に無駄のない堅実な運営が行われていることが伺えますね。なるほど。豊田高専教育講演会のガバナンスがここでも証明されたわけですね。では、運営費以外の事業費や繰入金についてはどうなっているのか、次のパートでさらに深掘りしていきましょう。さあ、豊田高専教育講演会の財務分析。続いては、特別会計繰入費、教育助成費、予備費の3つの重要な項目について見ていきましょう。美咲さん、お願いします。はい。まず、この予算の中で最も大きなシェアを占めているのが、特別会計繰入費です。予算額は1150万円、構成費にしてなんと 39.7% を占めています。決算ではさらに多くて1360万円、構成費 43.9% となっています。全体の4割以上、これが一番大きな使い道なんですね。一体この特別会計繰入費って何に使われているんですか？これは後ほど詳しく解説しますが、主に体育部や文化部などの課外活動のクラブ活動の支援や、ロボコンなどの各種技術コンテストへの直接助成に使われる資金です。学生たちの汗と涙の活動を支える、まさにメインエンジンとなるお金ですね。なるほど。だからこそこんなに大きな割合を占めているわけだ。では2つ目の教育助成費はどうですか？こちらは予算額が600万円 20.7%、決算額が6700万円 21.6% となっています。これも全体の2割を占める大きな柱で、授業の補習をサポートするアシスタントへの謝礼や英語教育の推進、防災備蓄などに使われています。授業や学習環境にダイレクトに効いてくるお金ですね。そして最後の予備費についてはどうでしょう？予算として246,8888円 8.5% が計上されていますが、直近の決算額は0円となっています。予備費の決算が0円ってどういうことですか？お金が余ったってこと？予備費というのは、年度の途中で突発的な事故や災害が起きた、どうしても急に設備を直さなければならなくなったという時のための、いわゆるお守りのような資金です。決算が0円ということは、その年度は大きなトラブルがなく、計画通りに予算を執行できたという安全な運営ができた証拠なんですよ。なるほど。使わずに済んだから0円で、そのまま次年度の繰越金に回るわけですね。これめちゃくちゃ健全な財務体質じゃないですか。本当にその通りです。予算の約4割をクラブ活動やコンテストに使い、約2割を教育現場に使い、残りを健全な運営と予備費に回す。このバランスの良さは本当に驚異的と言えますね。さあ、ここからは豊田高専などの具体的な予算をもとに、次第支援領域の一つ目である学生への助成のミクロな中身、つまり個別支援について徹底的に見ていきましょう。はい、学生への助成と一言で言っても、その内容は多岐にわたります。まずは学生たちの安全を守るための保険料補助から見てみましょう。保険料の補助ですか？具体的にはどんなものに入っているんでしょう？豊田工業高等専門学校教育講演会の事業計画を詳しく見てみると、日本スポーツ振興センター災害共済給付掛け金の補助はもちろん、高専生にとって必須ともいえるインターンシップ就業体験に派遣される際、学生が他人に怪我をさせたり物を壊したりした時のための学生等対人賠償責任保険などの保険料を講演会が補助しているんです。へえ、インターンシップ中の万が一の事故まで講演会が保険代をサポートしてくれているんですね。これは親御さんも送り出す企業側も安心です。そうなんです。さらに人生の節目となるお祝いも行っています。新入生が入学した時、そして本科を卒業する時、さらにその上の専攻科を修了する時に記念品や祝賀金を贈呈しているんですよ。お祝い金まで。
まさに親代わりというか、親戚のおじさんおばさんのような温かいサポートですね。さらに、学業のサポートも非常に具体的です。高専には様々な学科がありますが、それぞれの学科が行う独自の学術研究活動経費、そして海外からの留学生が日本での生活に早くなれるための日常生活支援などの費用もここから補助されています。留学生への配慮がここでもなされているんですね。そして特に注目したいのが、より高度な研究を行う専攻科生への支援です。専攻科生が学位を取得するための学位審査手数料の助成や、国内・海外の学会で研究発表を行う際の旅費や参加費を直接助成する制度まであるんです。学会発表の旅費まで出してくれるんですか。高専生の研究レベルは大学生や大学院生顔負けだと言われますが、こうした資金的な裏付けがあるからこそ、学生たちものびのびと世界に向けて研究を発表できるわけですね。非常に夢のある素晴らしいお金の使い方です。さあ、やってきました。高専といえばやっぱりロボコン、そしてプロコン、デザコン、各種技術コンテストや熱い部活動、課外活動への支援についてです。ここは燃えますね。そうですね。ここは講演会の予算の中でも一番大きな金額が動く、いわゆる花形の領域です。高専生の青春を直接強力にブーストしている部分ですね。具体的にどんな支援を行われているんですか？まず、部活動で優秀な成績を収めた学生や団体への表彰・副賞の授与や、毎年秋に開催される学内最大のイベント、紅葉祭への副賞・運営資金の補助があります。さらに、各クラブが共通で使用する備品や消耗品の購入補助も行われています。なるほど。普段の練習で使うボールや機材、部室の備品なんかも講演会が支えているわけですね。そして、最大の支援が大会への遠征費です。高専には、高校生でいうインターハイにあたる地区高専大会や全国高専大会があります。この大会に出場する際、学生たちの移動旅費や大会の出場登録料、参加費を講演会ががっつり補填しているんです。遠方への遠征費って自己負担だと何万円もかかって親御さんの財布を直撃しますから、これをカバーしてくれるのは本当にありがたいですよね。本当にそうですね。さらに、高専教育の骨子ともいえる各種コンテストへの支援はもはや戦略的といえるレベルです。ロボットコンテスト、ロボコンはもちろん、世界規模のロボカップ、プログラミングコンテスト、プロコン、デザインコンペティション、デザコンなどに挑戦する学生たちに対して、高額な機材製作費や遠征搬送費を重点的に援助しているんです。ロボットを作るのってセンサーとかモーターとかものすごくお金がかかりますからね。国からの研究費だけじゃ足りない部分を講演会がこれで世界一を目指してこいと資金を出してくれている。これぞ日本のものづくりを底辺から支える真のスポンサーじゃないですか。まさにロボコンの翼ですね。学生たちの想像力と挑戦する勇気は、保護者の皆さんの温かい資金的サポートによって大空へ羽ばたいていると言っても過言ではありません。さて、続いては教育現場のサポートについてです。補習授業のサポートや学校のインフラ修繕など、これまたかなりディープなところにお金が使われているそうですね。はい、ここもそんなところまで講演会がと驚くようなミクロな使途がたくさんあります。まずは学力向上のための取り組みから。高専の勉強は難しいって有名ですからね。どうやってサポートしているんでしょう。高専では基礎科目や演習、実験などで勉強についていくのが大変な学生のために補習授業を行うことがあります。この時、優秀な先輩学生や専攻科生がアシスタント、TA として勉強を教えてくれるんです。その TA を務める学生への謝金、アルバイト代を講演会が支払っているんですよ。なるほど。教えてもらう下級生は勉強がわかるようになるし、教える上級生はアルバイト代がもらえる。一石二鳥のめちゃくちゃいいシステムですね。その通りです。さらに、グローバル教育にも力を入れていて、専攻科生向けの外国人英語指導員を招聘・雇用するための経費なども講演会予算から支出されています。また、学生の校外実習に伴う教職員の印刷旅費や図書室に入れる専門図書の購入経費などもサポートしています。先生たちの印刷代まで、本当に学校の財布を補完している役割ですね。さらに、近年非常に重視されているのが防災対策です。豊田高専の事業計画などを見ると、
もし授業中や夜間に大地震などの激甚災害が発生した際、学校に取り残される学生や留学生のために、非常食や飲料水、避難用具、簡易ベッドなどの災害対策備蓄品を計画的に購入、ローテーションしています。おー、命を守る備蓄品まで。親御さんとしては、離れて暮らす子供が災害に遭った時、学校に十分な備蓄があるというのは最大の安心材料になりますね。そうですね。さらに驚くべきは、学内施設の小規模な修繕や改修まで行っている点です。国費予算で学校の雨漏りを直したり、トイレを改修したりしようとすると、申請から予算が下りるまでに何ヶ月も、あるいは何年もかかってしまうことがあるんです。お役所仕事の申請手続きは時間がかかりますもんね。そこを講演会が、よし、学生たちが困っているから、講演会予算で今すぐ肩代わりして修理しよう、とスピーディーに対応しているんです。これがあるからこそ、学生たちは常に快適で安全な環境で勉強に集中できるわけですね。すごすぎる。国がやれない迅速なインフラ整備を民間資金のスピード感で解決している。これ本当にかっこいい組織ですね。さあ、ここまで豊田高専の具体的な数字を見てきましたが、他の高専でもユニークで素晴らしい多層的なサポートが行われているそうですね。今回は長野工業高等専門学校講演会の事例をご紹介いただけるということで。はい、長野高専講演会の支援メニューは本当に網羅的で多層的なんです。まず注目したいのが、部活動における外部指導者のコーチの招聘に対するサポートです。外部コーチですか。先生だけじゃ専門的な指導が難しい種目もありますもんね。その通りです。各運動部がさらに高いレベルを目指せるよう、プロや専門の指導者を呼ぶためのコーチ謝礼を講演会から直接支給しているんです。これにより学生の技術向上と安全な部活運営を同時に実現しています。本格的ですね。さらに英語教育への支援もすごいとか。はい、グローバルエンジニアの育成を掲げる長野高専では、なんと外部の英語テスト、例えば TOEIC などの受験料を講演会が全額負担してくれるんです。TOEIC の受験料って自分で払うと結構な額になりますよね。それを全額補助してくれるんですか？そうなんです。お金がかかるから受験を諦めるということがないように、学生全員に広く機会を保障しているんです。さらに、学生たちが自主的に企画して行う自主研修活動の費用も支給しています。学生のやってみたいという自己研鑽の気持ちをお金を理由に諦めさせない最高の姿勢ですね。そしてもう一つの特徴が教職員の活動支援です。課外活動や高専体育大会での引率はもちろん、講演会が開催する地区支部会へ先生方が出席する際の旅費について、学校の公的予算とは別に講演会から教員課外活動等援助費を計上して機動的に補填しているんです。なるほど。先生たちが自腹を切ったり手続きに悩んだりすることなく、学生のために動き回れる環境を作っているわけですね。はい。先生たちが笑顔で熱心に指導してくれれば、それは巡り巡って子どもたちに最高の教育として返ってきます。長野高専講演会は学生だけでなく先生も一緒に支えることで、学校全体の教育クオリティを高めるという素晴らしい好循環を作っているんですね。続いては兵庫県の明石工業高等専門学校講演会が行っている極めて画期的でイノベーティブなプロジェクトについて紹介します。なんと学生のオリジナルなアイデアに講演会が直接お金を給付する制度があるとか。そうなんです。明石高専講演会が展開している学生自治活動援助金制度ですね。これが本当に素晴らしい仕組みなんですよ。一体どんな制度でですか？一般的な学校の部活動やコンテストへの支援は、ロボコン部とかプロコン部といったすでに存在する枠組みに対して行われますよね。でも、学生の中には部活にするほどではないけれど、個人的にめちゃくちゃ面白いものづくりや研究をやってみたいという枠にはまらない天才肌の子がいるんです。わかります。これを作ってみたいけど、どの部活にも属さないし、材料費がないなーって諦めちゃうケースですね。まさにそこをすくい上げる制度なんです。明石高専では、そうした学生発案の完全オリジナルな自主プロジェクトに対して、講演会予算から1プロジェクトあたり上限10万円、年間の予算総額40万円の援助金を直接、公募審査して給付しているんです。学生が自分で応募して審査に通れば10万円もらえるんですか？
はい、これものすごくベンチャーキャピタルに似ていませんか？君のアイデアは面白いから10万だしよ。好きに使って作ってみなさい。という大人の粋なサポートなんです。わあ、それはものづくりの血が騒ぎますね。実際にどんなものが作られているのか気になりますし、何より自分で提案して予算を勝ち取るという社会人になってから最も必要とされるスキルを学生のうちにリアルに体験できるのが素晴らしい。まさにその通りですね。ただの資金援助ではなく、教育プログラムとしても機能している。明石高専講演会のこの先進的な試みは、イノベーターを育成する高専にぴったりな最高の支援システムだと思います。さあ、続いては高専生活を語る上で外せない寮。学生寮や寄宿舎での生活支援と保護者に向けたデジタル情報発信について見ていきましょう。高専は遠方からの入学者も多いため、多くの学校に大きな学生寮が併設されています。ただ、この寮生活、親御さんにとっても経済的な負担が小さくないんです。どのくらいかかるものなんですか？一般的なデータを読み解くと、入寮時に3000円、寄宿料が月額700から800円と、ここまでは安いのですが、水道光熱費が月に約1万4000円、毎日の給食費、食費が月に約4万2500円、寝具のリース代が年間に約2万円など、毎月コンスタントに大きなお金がかかってきます。なるほど。やっぱり生活するとなると相応の費用が必要ですね。講演会はここをどうサポートしているんでしょう？例えば、先ほど登場した長野高専などでは、寮生たちのウェルビーイング、幸福度を高めるため、寮祭の開催補助や、年に一度発行される寮史の観光費用補助、さらには、寮内での交流イベントにかかる旅費などを、講演会予算から手厚く支出しています。親元を離れて寂しい思いをしている学生たちが、寮を第二の我が家として楽しく過ごせるようにサポートしてくれているんですね。そしてもう一つ、我が子を遠くの寮に預けている保護者の最大の不安は、学校で何が起きているかわからないということです。この情報の壁をデジタルで見事に破壊したのが、仙台高等専門学校講演会なんです。仙台高専、一体どんなことをしているんですか？仙台高専講演会では、毎月講演会メールマガジンを独自に企画・配信しています。学校の公式ウェブサイトには載らないような超現場目線、徹底した保護者目線のコンテンツを発信しているんです。例えばどんな内容なんですか？これが本当に面白くて、例えば学校祭、高専祭の時期には、高専祭の歩き方という増刊号を発行して、保護者がどこをどう回れば楽しめるかを案内したり、あるいは卒業式の裏側、舞台裏を詳細にレポートしたりしているんです。それは見たい。親としてはパンフレットに載っている固い情報じゃなくて、子供がどういう表情でどんな日常を送っているのか、その生の姿が知りたいですもんね。そうなんです。現場に徹底的に寄り添った情報をメールマガジンで配信することで、学校、学生、保護者の間の心の距離、エンゲージメントをぎゅっと縮めています。非常に現代的で愛にあふれた取り組みですよね。さあ、ここからは講演会が学校の枠を飛び出して外部の様々な組織とどのようにタッグを組んでいるのか、外部連携と戦略的アライアンスについて見ていきましょう。はい、ここでも驚きの強力なネットワークが構築されています。まずご紹介したいのが、茨城工業高等専門学校で行われている三者懇談会です。三者懇談というと、親と先生と生徒のあれですか？いいえ、全然違います。なんと、講演会、保護者、同窓会、OB、OG 会、そして学校本体、校長たちのトップが一堂に会する大人の真剣勝負の懇談会なんです。うわー、保護者、卒業生、学校の3つの柱が揃って経営戦略を話し合うような懇談会なんですね。その通りです。少子化問題や国の財政難、さらには校舎の老朽化など、学校単体では解決できない大きな課題に対して、それぞれの立場から知恵と資源を出し合って、学校を全方位からバックアップする体制を作っています。まさに三位一体ですね。そして豊田高専ではこの同窓会とのタッグでさらに具体的な大型投資が行われたとか。そうなんです。豊田高専の事例では同窓会の創立50周年を記念して、なんとウェイトトレーニング場を建設するプロジェクトが立ち上がりました。その予算規模は驚くことに1200万円から1550万円。
1000万円以上のウェイトトレーニング場ですか？それは一筋縄では作れませんね。はい、そこで同窓会と教育講演会がそれぞれの財務状況に合わせて拠出金を出し合うという民間アライアンスが検討されたんです。単独の組織では不可能な大型のキャンパス施設整備をアライアンスによって実現する。これぞ大人の底力ですね。すごいなあ。地域企業や産業界との連携についてはどうでしょう？岐阜工業高等専門学校には地域企業の技術相談や共同研究を促進する地域連携協力会があり、その事務局が岐阜高専の総務課内に置かれています。また、熊本高等専門学校でも地域イノベーション共同協力会が組織され、地元産業界と高専の人的資源を還流させて地域課題を解決しています。講演会はこれらにどう関わっているんですか？講演会はこれらの活動のキャリア支援部門においてインターンシップ受け入れ先企業の開拓や学生と企業担当者との面談機会にかかる経費などを財務面からサポートしているんです。また、全国規模では月刊高専などが主催する高専教員×企業交流会といった教員と企業の人事担当者が直接つながるプラットフォームの活用も後押ししています。さらに個別の学校でなくで全国のネットワークにもつながっているんですよね。はい。各高専の講演会は全国高等専門学校連合会が統括する寄付金スキームとも有機的に接続しています。これにより、民間企業や全国の卒業生から集まった寄付金を活用し、地方の高専であっても全国大会に出場する際の渡航費補助や海外研修の派遣費用を投資補填できる機会の保障が確保されているんです。素晴らしい。生まれ育った地力や通う高専の場所にかかわらず、すべての高専生に等しく挑戦のチャンスを届ける。この外部連携の広がりには本当に感服します。さあ、ここまで国立高専公園の保護者講演会について、組織の規約、驚きの財務、熱い支援事業、そして外部アライアンスまで徹底的に見てきました。美咲さん、ここで一度今回の内容をまとめてみましょう。はい。ここまで見てきてお分かりの通り、国立高専の講演会は、公教育の予算だけではどうしてもカバーできない教育環境の隙間を、極めて洗練された財務設計と透明性の高いガバナンスによって完璧に補完していることが分かりました。本当に高専生の輝かしい活躍、ロボコンや学会発表などの裏には、この講演会という最強のサポーターがいたんだということが骨身に染みて分かりました。ただ、レポートの最後には、これから直面する将来の課題についても触れられていますよね。そうなんです。どんなに素晴らしい組織であっても、時代の変化の波は避けて通れません。大きな課題として挙げられているのが、まず急速な少子化の進行です。正会員である保護者の数自体が子どもの数が減ることで少なくなってしまうわけですね。その通りです。会員数が減れば、当然これまでのように潤沢な会費を集めることが難しくなり、支援の規模を縮小せざるを得なくなるリスクがあります。そしてもう一つの課題が、共働き世代の増加に伴う役員活動への負担感です。なるほど。お父さんもお母さんも働いている中で、昔ながらの平日の昼間に集まって会議をしましょうというスタイルはもう限界がありますよね。そうなんです。役員になると大変だから講演会の活動自体が敬遠されてしまうということが起きれば、組織の持続可能性が脅かされてしまいます。この課題に対して各高専はどのように立ち向かおうとしているのか、最後の結論のパートでその解決策や今後の展望をじっくり語り合いましょう。さあ、いよいよ最後のセクション、結論です。少子化や共働きといった現代の課題に対して、高専講演会はどのような未来のロードマップを描いているのでしょうか？はい、その答えはやはり組織のスリム化、効率化とデジタル技術を活用した DX、デジタルトランスフォーメーションにあります。具体的にはどのような取り組みが始まっているんですか？例えば、沼津工業高等専門学校教育講演会の事例を見ると、年度末に定期的に理事会を非常にスピーディーに開催し、予算案や役員案を非常に効率よく審議可決する組織のシェイプアップ、スリム化が図られています。何度も何度も集まる無駄を省いているんです。会議の回数を減らしてスマートに決める。これなら忙しい保護者でも役員を引き受けやすいですね。さらに、長岡高専講演会が導入している緊急連絡網システム安心メールや、
仙台高専講演会が実践しているメールマガジンによる保護者への連絡、広報の全面的なデジタル移行が非常に大きな鍵となります。紙のプリントを配って集計して郵送してというアナログな作業をすべてデジタル化することで、役員の皆さんの作業負担をほぼゼロにするわけですね。おっしゃる通りです。こうしたデジタルツールとスリムな組織運営を掛け合わせることで、たとえ少子化が進み共働きが増えたとしても、講演会という最高の支援インフラを未来の高専生たちへしっかりと引き継いでいくことができるはずです。いやー、本当に素晴らしい解説でした。高専保護者講演会の愛情に満ちたかつ極めてスマートな活動の実態が視聴者様にもダイレクトに伝わったのではないでしょうか。そうですね。この動画を通じて高専という素晴らしい教育機関を支える影の主役たち、すなわち保護者講演会の真の姿が少しでも多くの視聴者様に伝わっていれば大変嬉しく思います。本当にその通りですね。それでは今回はこの辺りで、視聴者の皆様最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。